今回は M4A1S を使うときにちょっと気をつけたいポジションを見ていきます。例えばアヌビスの忍者のポジションです。普通に立った状態で B メインから出てくる敵に照準を合わせて待っていると、テロ側から見た場合、体より先に M4A1 のサプレッサーが見えています。なので自分では隠れて待っているつもりでも、相手からすると、忍者にいるなというのが先に分かってしまいます。ただ今回色々検証していて新しく知ったことが、同じ場所であってもしゃがむだけでサプレッサーの見え方が結構変わるということです。今回はこういった M4A1 を持つことで位置が先にバレるポジションを見ていき、対策まで考えていこうと思います。まずミラージュです。一つ目がパレース上のポジションです。ここで立った状態で待っていると、テロ側からは体より先にサプレッサーが見えてしまいます。ただしゃがむと M4A1 を少し手前に引いて構えるようになります。その状態でもう一度パレース側から見ると、今度はサプレッサーが隠れています。同じ場所であっても立って待つのかしゃがんで待つのかで相手からの見え方が変わるということです。これが今回の動画で一つ覚えておいてほしいポイントです。ただこのポジション自体は一度入るとその後の動きがかなり制限されます。なので使うなら初手から入るというよりかは、ラウンド中盤に味方からスモークをもらって入るとか、少しタイミングをずらして使うのが強いと思っています。次が B のプラットフォームです。立って待っているとアパートを進行してきたテロ側からサプレッサーの先端が見えます。ただここもしゃがむとかなり変わります。よく見ればサプレッサーの先端がわずかに見えるぐらいで、実戦中であればほぼわからないレベルまで隠れています。なのでこのポジションも A1 を持っているから使えないポジションというわけではありません。ただテロ側からするとプラットフォームだけを見て進行すれば良いわけではなく、 B ショートだったり B サイトの中だったり、いろいろ怖いポジションがあります。自分が B に入るときはこういったポジションは基本的にモロトフを入れるので、自分みたいな相手にはそもそも通用しにくいポジションです。相手がどういう順番でクリアリングをしてくるのか、投げ物を入れてくるのかまで含めてこのポジションに入るかどうかを考える必要があります。次がインフェーノです。インフェーノは今回みたいなポジションが比較的多いです。まずは一番わかりやすいサンドバッグ。カー周辺まで取ってきたテロ側がしっかりとサンドバッグをクリアリングするとサプレッサーが先に見えています。ここに関してはそもそも基本的にしゃがんで使うことが多いポジションなので、今回のしゃがめばサプレッサーを隠せるという話はあまり関係ありません。しゃがんでもサプレッサーが見えるので代表的な注意ポイントではあると思います。ただサンドバッグ自体かなり強いポジションです。B サイト側の CT とクロスを組めたり、味方からフラッシュをもらってリピークしたり、チームで使えば色々と価値が出てきます。ただソロのパグような場合だと、自分がサンドバッグに入っても即興で味方と動きを合わすというのはなかなか難しいものです。なのでサプレッサーが見えるリスクに対してポジションの強みを最大限活かせないこともあります。毎ラウンドここに入るというよりはサプライズとして使う方が良さそうです。次がハーフウォールです。バナナからゆっくり進行していくとサプレッサーが先に見えます。しゃがんでもサプレッサーが見えます。なのでこれもしゃがめば解決するものではありません。ただこうやって壁の方に向いておけばサプレッサーは隠れています。そもそも A1 を持ってこのハーフウォール裏で待つこと自体はあまりお勧めできません。ここまで前に出るんだったらバナナを完全に取りに行く形だったり、味方からフラッシュをもらって勝負をするということの方が多いです。これもサンドバッグと同じで一人で完結するというよりかは、味方の投げ物とセットで価値が出やすいポジションだと思っています。映画でもアパートのバルコニーといったポジションがあります。出口を見て待ち構えているつもりでもサプレッサーが先に見えてしまいます。ここについてはそもそもしゃがんで待つような場所でもないので、今回のしゃがみ対策はあまり現実的ではありません。ここからショートを見下ろして打てるという強みもありますが、インフェーノの A はピットの周辺を含めて他にも粘り強く強いポジションがあります。なので A1S を持ってここに長時間残るメリットは自分はそこまで大きくないと思っています。そして最初にも見せたアヌビスの B サイトの忍者のポジションです。ここは今回色々試してみましたが、立つかしゃがむか、そしてどこまで体を隠すかでかなり戦い方が変わってきます。まずは忍者の前目のポジションで B メイン側を普通に置いて待っている状態です。立った状態だとコネクターから進行してくるテロ側にサプレッサーが見られます。ここでしゃがんでみると武器を手前に引くのでサプレッサー自体がかなり隠れています。ただ普通に頭が見えています。そもそも CT 側は岩からかなり近く、テロ側からすると体を確認しやすいアングルです。サプレッサーが見えることによる決め打ちは食らいにくくなりますが、普通にクリアリングされれば頭が見えてしまいます。なので自分としてはあえてこのポジションを使うメリットはそこまでないと思っています。次は完全に忍者で体を隠す場合です。ここまで隠れると立っていてもサプレッサーは基本的に見えません。しゃがんでも同じで体もサプレッサーもほとんど隠れています。なので味方がバックサイトやテンプルにいる場合なんかは、ここで完全に耐えて敵がサイトに入りきった時にピークをするという使い方もできます。
テロ側が忍者の体まで確認できるポジションでは今度はバックサイトの CT から撃たれます。マック10を持ったプレイヤーが一目散に忍者へ走ってくるような状況でなければ結構ハマるんじゃないかなと思います。そしてもう一つが忍者から敵が出てくる場所に照準を置いて待つパターンです。立った状態だとサプレッサーがかなり分かりやすく飛び出します。ただここでしゃがむと銃を手前に引く分サプレッサーの露出がかなり減ります。なのでこの場所で待つのであればしゃがんでいた方が相手の不意はつきやすいと思います。もちろんこれも完全に見えなくなるわけではないので相手が丁寧にクリアリングすれば足を先に打たれてしまいます。ただこれも先ほどと同じでバックサイトやテンプルから出てくる CT 側が先に怖くなるのでピークしないならしゃがんでおく方が得策だと思います。あとこれはサプレッサーとは直接関係ありませんが忍者の一歩横のこのポジションも強いアングルです。この時もジェイルを見る時の姿勢がポイントです。コネクターから歩いてきたテロ側から見るとしゃがむことで岩で体が隠れて若干オフアングルのような形になります。さらに B 面から進行してくる場合に B コネクターが取られていない状況だと B コネクターをテロ側は見たくなったりバックサイトも見たくなったりするのでかなり絶妙なポジションとなっています。このように忍者という一つのポジションでも色々プレイの仕方があるので参考にしてみてください。ここまでサプレッサーが見える場所を紹介してきましたが逆にこれは絶対見えているだろうと思うのに見えない場所もあります。例えばダスト2の B の忍者のポジションだったりエンシェントの A の箱裏、わかりやすいのがインフェーノのカーのポジションです。横から見るとサプレッサーはこの木の板よりも明らかに長いです。普通に考えれば反対側へ飛び出して見えそうです。ただ実際にテロ側から見てみるとサプレッサーは見えません。横から見るとサプレッサーは板を越えているのに正面から見るとしっかりと隠れています。現在の CS2 では薄い壁越しで武器が不自然に飛び出して表示されるのを防ぐための遮蔽物の処理があります。ここに関しては場所やアングルによって異なるので自分が使いたいポジションを確認しておくのがベターです。あとこれは今回ほとんど触れませんがサプレッサー以前に壁に近すぎるポジションという事態にも注意が必要です。皆さんも壁に近い側が先に体を見られる、そういう話は聞いたことがあると思います。サプレッサーがなくてもそういう問題があるので今回のポジションはそういう場所でさらに長いサプレッサーが追加される、そういう風に思ってもらえればいいと思います。ここまで見てみると今回一番簡単に使える対策がしゃがむということです。A1S はしゃがむと立っている時より武器を体へ引いた状態になります。その分サプレッサーも手前に下がるので遮蔽物から飛び出していた部分が隠れる場合がありました。今回実際に確認した中でもミラージュのパレス上では立っていたサプレッサーがしゃがむと見えなくなっています。B のプラットフォームでもかなり見えにくくなっています。一方でハーフウォールのようにしゃがんでも普通に見える場所もあります。なのでとりあえずしゃがめば安全ということではありませんが、今まで A1S を使って立って待っていたポジションで弱いなと感じた時に一度しゃがんだ時にですね、相手からどう見えるのかを確認してみると意外と強くなる場合もあるかもしれません。もう一つが壁の方を向いてサプレッサーを隠す方法です。ずっと敵が出てくる場所にクロスセアを置いておくのではなく、こうやって壁に向いてサプレッサーを隠す。そして味方からフラッシュをもらった時とか自分が勝負すると判断した時にあらかじめ敵がいる位置を考えながらピークする。これなら相手にサプレッサーをずっと見せながら待つようなことにはなりません。ハーフウォールのようにしゃがんでもサプレッサーが見える場合だとこちらの方が確実かなと思います。そして単純に A1S 以外の武器を使う方法もあります。例えば M4A4 はサプレッサーがない分、今回みたいにサプレッサーだけで位置がバレるリスクは減っていきます。なので今回紹介したような場所をよく使うのであれば A4 を選ぶということも選択肢の一つになりそうです。MP9 もありです。今回紹介したポジションは基本的に近距離戦となりやすい場所が多いです。なので MP9 の機動力と連射力を活かして戦うことができます。当然 M4 よりは中距離から遠距離の打ち合いはやりにくいのでフォースバイだったりハーフバイ、そういったラウンドで選ぶのが分かりやすいと思います。チーム活動で UTT を多めに持ちたい時なんかはバイラウンドでも MP9 を使うことはあると思います。そしてこれはサプレッサーから少し離れますが、こういうポジションを使う時に結構大事なのがずっと待ち続けるのか、それとも一瞬ピークして視界の情報を取るのかです。隠れて待ち続けるメリットは相手の裏をかけます。ただ同時に自分たちのエリアの情報も更新されていきません。特にラウンド中盤から終盤になるほど一瞬ピークして敵がいないっていうことを確認できれば味方を逆サイトへ寄せることができます。簡単な目安としては逆サイトに味方が集まっていてこちら側は自分一人しかいない。そういった時は無理にピークをしない。自分がやられた瞬間にサイトが空になってしまうからです。逆にこちら側に人数が多いんだったら一回自分がピークして視界を確認する。敵がいないのであれば味方を逆サイトへ寄せることができます。そういった判断でやっていくとこのポジションもいろいろ使い道が出てきます。今回は以上です。